ボンダスのヘックスプロ、頭がフレックスになったヘックスレンチです。ありそうでなかったこのデザイン。柄が平たいレンチタイプは見るのですが、丸軸、六角軸タイプってあまりないですよね。メーカーの謳い文句は、障害物があるような場面でも差し替えなしで連続作業が可能ということ。柄が障害物にぶつかったらグリーンとかわして180度送りまた回す。なかなか便利に使えそうな雰囲気は感じますね。3mm から 10mm までの 7mm をスキップした6本セット。布製のポーチが付属します。逆さにしますと中身落ちてしまいますし、裁縫もなかなか雑い感じ。最高の収納ではないですが、とりあえずこれがあれば持ち運んでの運用は可能です。入れ物つけてくれるのはありがたいですね。レンチ本体を見ていきます。一般的なロングとスタンダードの間くらいの全長。首部分がごついためか、サイズの割には手にすると重さを感じます。見た目はさらっとした梨地です。仕上げはあまり良くはないですね。問題となるような箇所、バリがあったり、メッキが剥がれたりはないのですが、例えばこれ。10mm の軸部分ですが、ボコボコです。こっちは 8mm のヘッド連結部。サラネジ使って留めてあるのですが、面が合ってません。ちょっと出っ張ってまして、綺麗には収まってない。サイズの刻印もフォントがばらけていたり、小さな数字がボカンと荒っぽく打ってあるだけ。首部分の連結もスピンナーハンドルのようにかっちりとはしていません。かなり遊びがあります。全体的に悪くはないんですけどね。仕上げに関して致命的なものは何もありませんが、最近の道具、綺麗な仕上げですとか、かっちりした作りのもの、見慣れていますと、うーんとなってしまう仕上げを持っています。L 字のレンチと同じく短軸、長軸どちら側もヘックスが切ってあります。短軸側180度ちょっと振ることができます。小さなサイズ 6mm までは200度くらいですかね。下にもわずかに向きましてなかなかに便利。対して 10mm はほぼ直角185度くらいでしょうか。ほとんど下には向きません。下に向けられると便利な場面もありますよね。最近は指を挟まないようにこういう道具、角度は制限されているものが多いですから、このヘックスプロもそういう思想による設計。トルクかかる 8mm 以上は指を挟むと大事になることから下を向かないように設計がされているのかもしれません。ヘックス部はネジに当てるときつめに感じます。ただ使い比べた場合に感じる程度で、普通に使っている限りでは他社のヘックスと比べて極端に差し込みにくいなどのネガは感じません。厳密に比べてみると若干きっちりしてはおります。ノギスに挟みながら比較すると他社品に対して2面幅は大きめ。マイクロメーターで測ってみて参考値となりますが、コンマ01から02ほど大きくなっています。やはりボンダス、評判通りタイトめに仕上がってはいるようです。それから狙った設計だと思うのですが、どのサイズも長軸側が短軸側に比べて大きめに面が取ってありまして、わずかにネジに差し込みやすくなっています。そんな変わらないですけどね。使ってて意識するほどの差はございませんが、こういう細かなところの気遣いというのは嬉しい部分に感じています。首のフレックス、強さの具合は何とも不思議な設定がされています。くたくたなんですけれども、自重で首垂れてしまうほど弱くはなく、角度はギリ保てる程度の抵抗がつけられています。分解してみますと、一応にスプリングが入ってまして、あえてこの強さにしているよ。初めて手にした時は弱すぎるように感じてましたが、馴染んできますと悪くないくたり具合なんです。いい意味でラフに使えるというのか、精密な感じはないですが、思った通り普通に動いてくれます。ただ、首の具合は簡単には変更できません。ネジ締め込んだだけでは変わらないですね。組まれているスプリングの強さを変更する必要があります。首の強さは好みが分かれるところに思います。私もキチキチが良かったり、クタクタにしてみたり、結構いろいろ変えていることが多いので、この部分調整できたらなお良かったと感じています。メーカーの発表している対応トルクは結構高くて、サイズごとにこんな感じ。大抵の作業を問題なくこなしてくれる数字に思います。使ってみて、売りである機能、
差し替えなしで回せるという場合はやはり便利ですね。綺麗に回るネジならば緩めたら立てて早回し、ドライバーのように使えますし、ちょっと渋いネジで縦回しが重いという時は180度送りながらグワングワンと回していきます。それからバイクに多く感じますボコボコした面に止まったボルトにも使いやすいですね。例えばこれバイクのタンク止めてるネジですが、 L 字レンチですと使える幅が狭くて最初の緩めの段階でポジションが取りづらく、めんどくせえなって思うネジなのですが、ヘックスプロ使えばうまくかわすことができますので、すんなり回せます。 L 字よりも使いやすい場面というのはあります。ただ万能ではありません。180度触れる環境でないと差し替えなしでは回せませんし、持ち手は滑り止めのない丸軸ですから、ドライバーみたいに立てて回すにしても滑っちゃってトルクがかからないんです。そもそもネジ上に結構なスペースがないと便利には使えません。で結局差し替えたり、長軸側で普通の L レンチのように使っていることも多い印象です。その際L レンチのように使うにしても比べてヘッドの大きさが出てしまいますから、いざって時に使えない可能性を考えて結局普通の L 字もバックアップで持ってしまうことと、それから単純に私の使い方では長さが足りないんです。5ミリまではいいのですが、6ミリ以上では短くてトルク不足を感じます。どちらかというとこの長さ不足が主な理由でメインには使っておりません。長さのレパートリー増えるといいですね。今後のラインナップを期待しています。それからもう少し仕上げが良ければとは感じました。例えばこれ4ミリの長軸側ですが、ヘックスの先端、加工時の帰りか何かが残ってまして、サイズが若干おかしいんですよね。ネジに差し込みにくいんです。ネジにちゃんとかかったのかが分かりにくく使ってないですね。仕上げがもう少し良くなれば満足感も増すでしょう。改善されることを期待しています。ボンダスのヘックスプロ。目的、使う箇所が決まっている方にはとても便利な道具に感じています。ルーティン作業の中で必ず L 字を差し替えて回してる。かつネジ上にスペースがある場合はぜひおすすめ。作業が楽になるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。